皆さんこんにちは。南京町にあります、老祥記、4代目の、宋正人と申します。お家でも、老祥記の近い味が味わえる、豚まんじゅうを、皆様にご紹介したいと思いますんで、よろしくお願いいたします。では早速、作っていきたいと思います。基本的には、ご自宅で、用意できるような、食材で今日は、全て賄えるかなと思ってます。まずは生地の方、作っていきたいと思います。大きめのボウルをちょっと用意してもらって、そちらに、全部入れていきます。まずは薄力粉、はい、続いてこちら強力粉。よく薄力粉は振るとかって言いますけど、そういうのをした方がいいんですか？今日の豚まん作る分に関してはそこまでシビアにならなくても大丈夫です。続きましてこちらが、砂糖です。こちらが塩です。続いて、ベーキングパウダーで、こちらを軽く混ぜ合わせていきます。はい、で続きまして、違うボウルを使ってこちら、ぬるま湯ですね。約 170cc ぐらい入ってます。こちらのぬるま湯に本来うちの豚まんを作る時には麹菌というお酒とか、そういうのを発酵させる酵母で豚まんを作っているんですけど、今回皆さんはそういうものを持ってないと思いますんで、家庭でもパンなどを作る時に使われるドライイーストを使ってやっていきます。こちらドライイーストです。こちらをぬるま湯に入れていきます。大体ぬるま湯はどのぐらいの温度？ぬるま湯はですね、40度ぐらいで、はい、大丈夫かと思います。でこちらを混ぜていきます。である程度その粉粉末状のものがなくなるまで混ぜてください。はい。で、混ぜ終わりましたらこちらを、先ほどの、小麦粉などを入れたボウルに注ぎ込んでいきます。でこれを軽く混ぜ合わせていきます。なんかボウルからこう小麦粉を取るような形で何か集めるような感じですかね。で、ある程度まとまったらこちらを、広めの台ですねの上に、でここから結構根気のいる作業で結構時間がかかるんですね、この工程。ただここでしっかり練り込まないと中でこの、グルテンといいますかそういうものがこう、活性化しませんので、ここを怠ってしまうと膨らみません。なので、頑張って練っていきましょう。はい、こう伸ばして戻して伸ばすみたいな、そういう具合でさっき残ったこのまだ粉々の、粉がありますのでそれをちょっと入れつつできるだけまとめて押しては戻して押しては戻しての繰り返し、四方に各所伸びるようにっていう風にやった方がいいかと思います。練れば練るほどこう伸びができてだんだん膜張ってきますね。こうやって少し伸ばした時にこう薄く膜が張るような状態、こうなるまで伸ばしていただくことをお勧めします。で続きましてラードを練り込んでいきます。生地にラード混ぜるんですね。そうですね。こうすることによって、食べた時の食感がふわっと仕上がるので今回はちょっとラードを使ってみました。でもしラードがなければ、ごま油大さじ1杯ぐらいですかねを使っていただいても構わないです。ただし味がついてるごま油だとそのままちょっと生地に味が乗ってしまうので、できれば味がないごま油を使うことをお勧めします。だいぶ伸びが出てきたかな。先ほどよりも伸びてるかと思います。先よりも少しですね伸びが出たのと、薄いこちら膜が出るまでしっかりラードがなじむまで、練っていってほしいかなと思います。このように、生地の方が、まとまりました。続きまして発酵の工程に移っていきたいと思います。まずまたボウルを用意してもらってこちらに薄くラードを塗ってください。こうすることによって発酵が終わった後にこのボウルから生地が取れやすくなりますんで、ちょっとひと手間加えてほしいかと思います。この生地をですね、よいしょ、ボウルの中に入れていきます。
でこのまま常温で、ラップをかけてやってもらってもいいんですけれども、少し時間を短縮させたいのでラップをした後に今日はこちら湯煎をしていきたいと思います。だいたい40度ぐらいのお湯を用意してもらって、それの上に、さっきラップをした生地を乗せていきます。ちょっと生地の具合を見ながらなんですけれども、だいたい10分から15分、目安とすればこの生地がだいたい今の状態より2倍ぐらいに大きくなるまで待ちたいと思います。短縮することも可能なんですけれども、やっぱりそうしてしまうと風味が落ちるということで、ある程度発酵は必要かと思ってて、それが10分から15分の発酵。本来であればドライイーストだけでもできなくはないんですけれども、今回は家庭でも失敗しないようにということで、あえてベーキングパウダーも入れております。その間の時間を使ってミンチを作っていきたいと思います。老少期ではですね、シンプルな味を心がけてて、牛と豚肉の合いびきミンチ、それからネギ、醤油っていうシンプルな味付けなんですけど、家庭でやる場合、今回作る生地に対しては少し具材を多く入れた方が美味しくなりますので、今回に関しては具だくさんでやっていきたいと思っております。用意したものを順に混ぜていきたいと思います。まず用意していただくのが豚ミンチですね。こちらに小松菜、それから春雨でむきエビ、たけのこ、しいたけですね。しいたけ、おろしたにんにくと生姜、こちらが食材になりまして、今から調味料の方を混ぜていきます。こちらがみりんですね。みりんとから中華だしの素、片栗粉ですね。片栗粉からお醤油、オイスターソース、ごま油を少々から最後に塩コショウ少々、こんな感じです。こちらを混ぜ合わせていきます。で今回エビとかしいたけとかいろいろ入れましたけど、もう家庭であればご自身で好きなもの、入れてもらって構わないです。うちのようにちょっと牛肉を入れてもらってもいいかなと思いますので、その辺は、アレンジして、やってもらっていいかなと思います。ちょっとうち流で言うと、うちのミンチって粗挽きなんですね。なぜかというと、こう食べた時にやっぱりこの食感とジューシーさを、残したいので粗挽きにしてるんですよ。なので今回この混ぜ合わせる工程も具材を、整えるというか味を整えるぐらいの感覚で混ぜてほしいと思います。だから必要以上にこう混ぜすぎると本当にネチャネチャしてきますんで、そこまでいっちゃうと食べた時の食感良くないんで、できる限り極力混ぜない、調味料がちゃんと、交わったらそれで OK ぐらいのレベルで心がけてやってほしいかなと思います。続きまして計量の方を行っていきたいと思います。今日はですね、30g ずつ、取っていきまして、できればこうトレーだったりバットを用意してもらって、そちらに並べていくと分かりやすいかと思います。これなぜこうするかというと、この後冷やし固めていくんですね。包む時に豚まん何が難しいかっていうと、ある程度ミンチが固まっていないとすごく手にくっついてくるんですよ。でそうすると包むのが難しくなるので、できるだけ包みやすくするための一工夫です。餃子のようにもう感覚で包む前にミンチを取ってやっても別に、うちはそうやって作ってますけど、そうすると包むのすごい難しくなるんで、家庭である場合はちょっと時間あると思うんで、こういうちょっと一手間を加えると後で包みやすくなるかと思います。今日の分量でいうと、15個ぐらい、こちらをですね、ラップにかけて、できるだけ、冷やし固めてもらえると、包みやすくなりますんで、ぜひやってみてください。はい、それでは発酵が完了しました。じゃじゃーんと。発酵のできたかできてないかのポイント2つありまして、1つが表面ですね。表面が、少し乾いてきます。そこをちょっと見ていただきたいのと、もう一つが人差し指に粉をつけてもらって真ん中を押していきます。押してからこう抜いた時にこうじんわりこう押し返すような、生地が押し返すような、そして指の肩がしっかり
残るようなそれぐらいまで、の状態ですと発酵がしっかりできているというふうになってますので、ちょっとその辺見て、もし足らなければもう少し発酵を進めるようにしてください。生地の方もですね、計量の方をしていきたいと思います。そうさっきこうラードでねちゃんと取ってるんで、ちゃんと下もねくっつかずにできました。はい。で軽く押さえていただいて、この生地をですね 40g ずつ、計量していきたいと思います。でここをちょっとくるくる丸めて、できるだけこうシワがないように伸ばしてもらって、伸ばしてこうお尻の方に集める、底のお尻の方に集めて、よくなんだろう、お餅いちご大福とか作るときこんな工程なかったのかな知らないですけどこういう感じで、うちはこれ 40g まで今やってますけど、老少期では 22g ぐらいでやってます。もちろん 22g でやってもらってもいいんですけど、かなり難易度上がると思うんで、最初は 40g、 もっと大きくでもいいかもしれないです。ただもう大きくすると少し蒸し時間が長くなるんで、そこだけ注意してください。表面をこうピンと張るようにして、ガスを発生させます。それをこう逃がさないようにするためにこのように丸めていきます。12個の生地ができました。この後すぐ包んでいきたいところなんですけれども、少し生地を休ませます。ベンチタイムと言われている時間なんですけれども、約5分程度ですね、ラップをしてこのままにしておきたいと思います。それは常温でいいんですか？はい、常温で大丈夫です。ベンチタイムをする理由なんですけれども、先ほどこう切り分けたりした時に少し生地の表面が傷んでしまったんで、この時間を使ってそれを修復するっていうことと、このベンチタイムをすることによって生地が伸びやすくなり、後で包みやすくなりますので、そのいう時間をこの5分間で活用してやっていきたいと思っております。はい、じゃあベンチタイムが終わりました。生地もだいぶ滑らかというか、さっきに比べるとこうツヤが出てきたかなと思います。でこちらの方を伸ばしていきたいと思います。まず内子をテーブルに少し引いてもらって、でガス抜きをぐっと押さえてもらって少し伸ばしていきます。程よく、あんま伸ばしすぎると底が薄くなっちゃうんで、このぐらいかな、僕の手のひらサイズぐらいまで伸ばしてください。はい、今日のこちらの番組を見て良かったと思う方はぜひいいね、チャンネルの登録のほどよろしくお願いします。はい、それでは、やっと、最終章ですね、包む、パートがやってまいりました。包む時のポイント、これ完全にうち流でちょっとやっていきたいんですけど、まず内子ですね、結構多めに、引いてください。手に水分がついているとどうしても生地がくっついてしまうので、しっかり打ち粉をした状態にしてください。で先ほど伸ばしているので、これ以上この生地を伸ばす必要はないかなと、簡単にちょっと整える程度に少し丸めてもらって、左手を少しおにぎりのような形にしてもらって、右手の人差し指と親指でこういううち包むって言わなくてつまむっていうんですね。うちの店ではこうつまんでいくような形で、基本的にはこう左の親指で押して皮だけをこうついて押してつまむ、左指で押してつまむ、押してつまむ、押してこの刃の部分だけつまむ、押してつまむ、押してつまむでちょっとずつこう回していく。そうするときれいなひだができます。はい、よいしょ、ね、でつまむ。ちなみにうちの社員になるには豚まんを1分間に8個包まないと社員になれないです。最初の方は何個包むんですか？ちょっとサイズ違いますけど、これと1分間で18個ぐらい包みますね。常時18個難しいですけど、本気でやったらこれも結構早く包もうと思ってこうやって
7分で蒸すんですよ、うちの豚まんって。はい、でその次の7分でその次の7分を蒸す量を頑張って作るっていうのをずっとやってるんですよ。このように出来上がりました。お家でやる場合、クッキングシートなどを使ってこのよく豚まんのお尻に、貼ってるような紙の代用してもらったらいいかと思います。で、蒸し器がある方は蒸し器をそのまま使っていただければいいんですけれども、今回ない方の用ためのやり方としてはこういうふうにちょっと大きめの鍋をご用意してください。でそこに、そうですね3分の1ぐらいの、お湯を張っていただいて、その上に、お茶碗のひっくり返しておいていただくと。その上にこのお皿ですねを置くことによって簡易的な蒸し器が出来上がります。で、できましたらこのように蓋もですね布巾をしてもらって覆ってもらえると蒸している間の水滴なんかが豚まんに落ちにくくなりますので、ちょっとその辺も工夫してください。で、この状態で1回蓋をしてですねお湯にはかけず、約5分程度ですね、二次発酵ちょっと生地を休ませるということをしてから蒸していきたいと思います。蒸し時間に関しては、強火で約15分程度蒸してもらえるといいかなと思いますので、待っていきたいと思います。ではこのまま5分待っていただいてその後15分蒸すようにしてください。それは老少期のサイズになると蒸し時間っていうのはやっぱり変わってくるんですか？家庭だったら10分程度10分から12分ぐらい蒸したら方がいいかなと思います。はい、それではお待たせしました。15分経った豚まんです。じゃじゃーん。どうでしょう、この湯気。かなりさっきと比べてお皿がパンパンになるぐらい膨らんでると思います。なので、発酵はこちらで成功したかと思います。先ほどたくさん細かくひだできてましたけど、やっぱり膨らんじゃうと平らになってしまうので、あまり時点で気にする必要はないかと思います。とりあえずこういう形で穴がないように、中からうまみが出ないようにするように心がけてください。こちらで完成です。いただきます。あ、どうぞ。結構最後の5分で膨らみましたね。そうですね。はい。そうなんですよ。だからちょっと間隔を空けとかないとくっついちゃりするみたいにしますね。うわー、美味しそう。あ、仕上がってる。うわー、あ、ふわふわですね。手触りも。そうですね。やっぱりイースト菌でやるとどっちも膨らみでふわふわします。いかがでしょう。春雨がいい仕事をしてますね。そうですね。このなんかプリプリ感が。たけのことか春雨とか、そういう食感のいいものをちょっと入れましたんで、柔らかいふんわりした生地と、食感のあるあんということで少しメリハリがついて美味しいかなと思います。小松菜はどういうお考えから入れたんですか？ちょっと珍しいですよね。そうですね。こちらも小松、ネギでもよかったんですけど、少し食感をネギより強いものを入れたいっていうのと、普段がネギなので少し変わったやつ入れても面白いかなと思ったんで、小松菜を選んでみました。風味が、青い風味がいいですね。ありがとう。彩りもネギよりはしっかり緑が残るんで。なるほど。ちなみにおすすめの食べ方。おすすめですか？豚まんのおすすめの食べ方、もちろん一番はもうそのままシンプルにもうストレートで食べていただきたいなって思いますけれども、やるとすれば僕は両面をこんがり油で焼いて召し上がっていただいたりとか、あとよくやるのが、ちょっと豚まんのてっぺんを切ってバターをその上に入れたりとか、最近流行りのトリュフ塩とレモン汁を混ぜたりとか、でそれでディップして食べるとか、やってみます。ぜひ。ありがとうございました。とんでもないです。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。はい、老少期は、1915年大正4年に創業した日本で初めての豚まんじゅう専門店です。麹で発酵させた食感の強い生地に肉汁たっぷりのあんを包みました。ぜひ皆様のお越しを心よりお待ちしております。